こんにちは。今回はダンジョン飯第23話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。おー、ハーフフットマルシルかわいい。ライオスのサイコっぷりが際立ってたな。いい話だったのにエルフ戦士には笑ったわ。チルの声優さんすげえ。エルフ戦士ワロタ。エンディングカット28分は頑張ったな。てかエンディングなし、クレジットすら。オープニングにクレジット詰め込んでた。前半めっちゃいい話なのに後半のインパクトがすごすぎて。チルさん、声優変わってないのかもしかして。声優交換はなしか。チルチャック自己絵っぽいな。声優さんすごい。エンディングなしってマジか。できるものだったのか。これ時間内に収まるのかとハラハラしてたらエンディングがカットされた。オープニングとエンディングは切れない予約じゃなかったのか。内容が濃すぎて切る場所がなかったんだろうけど、なんて思い切ったことを。まただよ。前半の悲しいシリアスと後半のドタバタギャグで頭がふっと押しそうだよ。死ぬほど面白かった。短い CM にエンディングカットと目いっぱい詰め込んだな。もぐもぐしてるマルシルかわいい。ライオスの知識すげえけどやっぱちょっと最高。いろいろカットされてるなぁと思ったらエンディングまでカットか。そりゃ尺足らんわな。ハーフフットマルシルの可愛さは異常。ああ、お持ち帰りしたいな。猫が一番変わってない説。伊豆摘はもともと獣人だからあまりわかんねえな。伊豆摘、割とノリノリで作ってんだよな。前もお手伝いしたそうだったのに舞鶴に断られてたしな。性格ひねくれたのは環境のせいもあるよな。めちゃくちゃ伊豆摘の毛が入ってるのに何も言わないどころか褒めてるのが好き。普段マムの食ってるのを思えば仲間の体毛くらいって感覚なんだろうな。杖はまさかクレジットの方を移動させるとは思わなかった。オープニングカットはたまにあるけど、キャストやスタッフの表示があるエンディングは削れないものかと思ってたわ。いっぱいいっぱいだったな。極力カットもなかったし、お疲れ様でした。戦士とかいい話だったのに台無しだよ。ギリギリまで詰め込もうという精神がすごかったわ。これは脱帽。前半駆け足かと思ったけど、これならしゃあない。オープニングのクレジット量がすごかったけどエンディングカットのためか。唐突に終わってびっくりした。原作通りなんだけど。戦士がベルバラ風のイケメンになってんのは何なの。要するに戦士はかっこよいということだ。いわゆる美形になってしまうのがエルフの種族特性ってこと。あと戦士本人も実はドワーフの中じゃイケオジの部類だから相乗効果。エルフは中性的な美形になる。チルチャックはトールマンになると年相応の見た目になる。ヒデアトの濃いチルチャックが気色悪すぎる。逆に言うと本来こんなおっさんなのに他種族からガキ扱いされてるの。本人そりゃ嫌なんだろうなと。ハーフフットの若者から見ればこういうおっさんなんだろうな。ライオスとマルシルの頭を撫でるチルチャックのお父さん感すご。マルシルかわいる。マルシルかわいいな。マルシルが幼女すぎる。エルフとドワーフ、上級国民だった。RPG でたまに出てくる古代文明のダンジョンっぽい。戦士がゴミくずになってる。この回気合い入れてたな。時間たっぷり使ったのか。今の戦士何ができるんだよ。戦士って種族共通基準だとイケメンの部類なんだな。戦士、今までの食のこだわりの原因の一つが解決した直後にエルフになっちゃったから食のこだわりすらあんまりなくなってる。ライオスは体になれればまだマシっぽいな。他は別作品でもあるあるだけど、ドワーフが燃費が悪いっていうのはあんまり聞かない話だな。最近作が自由なアニメちらほらあるな。リゼロ編集版あたりからかな。来週で終わりだよなダンジョン飯。戦士はヒゲがすごいけどさっきみたいに料理に毛が入ることはなかったんだよな。犬猫飼えばわかる。そしてラーメン赤猫も見ろ。A パートからの B パートの落差すごいな。これがダンジョン飯か。ダンジョン飯ダンジョン飯。
ダンジョン飯ってもう1クールぐらいやれば終わる感じ。前半後半の落差もあってめっちゃ面白かったわい。尺を来週で合わせるために今日詰め込んだのかな。ここまでで関数で半分。つまり、来週の最終回後に今後について発表あるかな。コミックのおまけで全員がさらに入れ替わってたのあったような。ファンブックだとカブルーやカナリアたちの多人種バージョン見られるよ。この作品のレルフはウザい種族なのか。血統の保証されてるカナリア隊でもせいぜいあんななんで、常日頃からエルフへの偏見に満ちていた戦士的には何か得難い経験ができたのかもしれない。とりあえずハフシルがやばい。なんか新しい扉が開いた。犬くっそかわいい。ずっと見ていたい。戦士が涙したところで泣いたわ。いい仲間に会えてよかったな。フリーレンクスリアの独り言あたりから続いてる良質アニメのコンボがこのスバ3期も含めてそろそろ終わるのか。前回をまたぎ語られる戦士の壮絶な過去で、壮絶すぎない。でもこれは回をまたぐわ。途中から水木しげるや旧日本兵の過酷な戦争談を聞いてる気分になってしまった。思いしつらすぎる脅迫的な職への渇望感や若者の空腹忌避は全てこの経験から来てたんだな。グリフィンのスープはアニメ化で一番見たかったエピソードだったけど、オープニングから過去はクレジットが入ってるのを見た時点で神回を確信したね。中さんの演技には泣かされたわ。チェンジリング回始まったら一転していつものノリで笑った。もう次最終回とか嘘でしょ。ライオス、すげえやつだな。戦士の長年の引っかかり、それに躊躇なく踏み込み決着をつけてしまった。もちろん彼なりの深い知識と洞察、そして抑えようのない好奇心によって他種族への理解を進めるような展開が迷宮攻略にどうつながるのかとても楽しみだ。昔食べた料理をもう一度確かめてみたいという展開は料理漫画的には王道ですね。戦士が長年心に引っかかっていたものが取れた瞬間であり、本当の意味でパーティの一員になることができて感動的でした。オープニングのスタッフロール挿入で本編に力入れてるのが伝わってくる。原作でも感動した戦士の過去回、ライオスの無邪気さと知識が役立つところが味わい深い。ついに来た種族変化回、チルサンゴエフィクスギ話題、エルフ戦士の完成じゃもつぼ、井筒作ダンプリングは借りやすい。チェンジリングのキノコのモデル、妖精がダンスした後みたいな伝承だったはず。繁殖力が強くて一晩で輪っか状に発生するので、うっかり胞子を持ち込まないように注意が必要とかいい話だったような。要失点。ウミガメのスープというかメデューズ号のイカダというか、ライオスたちと出会った時の戦士が防火セーフのような覗き方をしてるのちょっと可愛かったが、あと遺跡の文明的な特徴が意外と蒸気機関というかボイラーっぽい配管だな。どういう文明の進み方したんだろう。グリフィンの胴体は獅子、ヒポグリフは馬なんだから、それぞれ食ったのはライオンと馬肉なんだよな。つまり最初に食ったグリフィンが硬くてまずいのは当たり前だし、ヒポグリフは調理がいい加減でもそれなりに食えはしたわけだ。なるほどな。貴重な声が聞けた。ライオス、戦士、なで手ぶらなんだ。エルフの姿、バラを背にしたの戦士、重いから。中広さんの、中さんのハートマーク付きのセリフ。もう絶対聞けない。頼む、これ奇跡だから声を多全員に届け。正直この戦士の話は単体で1話丸々使うと思ってたが、尺長くしてチェンジリングも入れてくるとは。ウミガメのスープ、そして名探偵ライオス。人の心は怪しいが、モンスターの分析に関してはやはり一流だ。てか何と言ってもハーフフットマルシルがやっぱり可愛すぎるよ。戦士のトラウマがライオスの探求心と冷静な観察眼に救われる流れに私は痛く感動したが、これまたサイコパスとかなんとか言われるんだろうな。もうライオスほんと好き。確かにちょっと行動が早すぎてついてけない時もあるかもしれないが、すごく良いリーダーじゃん。語られる戦士の過去、藪をついたら大蛇が出たかと思いきや、ライオスの魔物知識、ミラクルで戦士のトラウマ払拭に無事成功。
すごく楽しみにしていた回だったので、感動もひとしおでした。戦士の涙本当に良かった。その感動をぶち壊すビーファーと最高でした。参った。ダンジョン飯23はめちゃくちゃ面白かった。感動的な展開からそれを台無しにする次の話も面白いし、なんだこれかわいいなマルシル。戦士面白すぎる。漫画をペラペラめくって読んでいる時の感覚がそのままアニメになってるし、絵がとてつもなくうまい。新ウミガメのスープとでも呼ぶべき戦士の過去エピソード、これが見たかった。アートリガーさんありがとう。中宏さんの熱演もありがとう。そして余韻眼無視で突入するギャグカイトの落差に破壊される情緒。クイ良子様の手のひらの上で転がされる感覚が心地よい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。